皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。時は7月上旬の2日間です。前回の動画を撮影してから2週間経ったところです。今回の撮影は昼下がりに2回と早朝に1回、合計3回行いました。撮影を行った時の天気はいずれもよく晴れていました。気温は養蜂場そばの日陰に設置した温度計で、昼下がりの撮影の時は28度から29度、早朝の撮影の時は22度でした。前回はこの地方のこの時期の主な蜜源植物であるクローバーに枯れ花が出てきたことをお伝えしました。2週間経った今回はクローバーの枯れ花がさらに目立つようになってきました。クローバーの次の主な蜜源植物であるオオハンゴンソウではつぼみが膨らんできています。さて、このシリーズでは前回、前々回と最近2回にわたって人工分蜂の話題を取り上げました。今回はその続編でして三度人工分蜂をテーマにしたお話をします。議論には新たな展開がありますので、過去の動画をご覧になった方もどうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。ここで過去2回に紹介した人工分蜂のやり方を簡単に復習してみましょう。そこでは2つの方法を提案しました。1つ目は巣箱を2段重ねにして上の段と下の段とを角合板で仕切ります。女王蜂がいるのは下の段です。上の段には産みつけられたばかりの卵がついた巣板を置きます。こうすると必ずというわけではありませんが、女王蜂の影響力が弱くなった上の段の巣房のいくつかが変性黄台に作り変えられて、そこから女王蜂が生まれてくることがあります。このようにことが運んだならば、上の段を下の段から分離して別のコロニーに仕立て上げるのです。こうした人工分蜂のやり方を私たちはプラン A としました。2つ目に紹介した人工分蜂の方法は、黄餡に産みつけられた卵を育てるというものです。黄餡に産みつけられた卵は変性黄台とは違って最初から女王蜂になるべく産みつけられた卵です。黄餡に産みつけられた卵が孵化して女王蜂となる幼虫がある程度成長したならば、今度はそれがついた巣板を別の巣箱に移し替えます。その際、同じ巣箱に働き蜂がついた巣板を数枚同時に移します。こうすると新たに生まれてくる女王蜂を中心としたコロニーが一つ出来上がるわけです。こうした人工分蜂のやり方を私たちはプラン B としました。結果を言いますと、プラン A とプラン B とは今回はいずれもうまくいきませんでした。うまくいく時もあるんですけれども、今回はうまくいきませんでした。プラン A の上の段の巣箱に上げた巣板の上で働き蜂たちは変性黄台を作ってはくれませんでした。プラン B の黄餡の中に女王蜂は卵を産んではくれませんでした。プラン A で変性黄台ができなかったのは、下の段にいる女王蜂が盛んに女王物質を分泌していたからだと思います。上の段に変性黄台ができるのは上の段で女王蜂の存在が薄まるからです。しかし下の段にいる女王蜂が盛んに女王物質を分泌していると、たとえ女王蜂が上の段に足を運ばなくても存在感を保つことができるのでしょう。女王物質はミツバチの社会構造を維持する上で重要なフェロモンです。ですから女王物質を盛んに分泌するというのは、この女王蜂が優秀であることを示す特徴の一つです。その他にもこの女王蜂は多くの卵を産み、さらに卵を規則的に産みます。こうしたことはコロニーを大きくする生産力の高さを示しています。さらに
以前の動画でも紹介したグルーミングの遺伝子を持っているということは、ダニに対する抵抗性があるということです。こうした全ての点から見て、このコロニーの女王蜂は極めて素晴らしい強者なのです。なお、プラン B でどうして女王蜂が黄椀の中に卵を産んでくれなかったのかはよくわかりません。ともかくプラン A とプラン B がうまくいかなかったので、ここで新たにプラン C を発動します。プラン C は数枚の巣板を入れた巣箱を元々の古い巣箱から遠く離れたところに置くというものです。新たな巣箱に入れる巣板には働き蜂とそれから産みつけられたばかりの卵がついているということが必要不可欠です。これは新しい巣箱とその蜂たちです。彼女たちは遠く離れた元の巣箱にもはや帰ることができません。ですからこの新しい巣箱を自分たちの住処とみなさざるを得なくなります。この新しい巣箱の問題点は女王蜂がいないことです。その他の点ではこの巣箱は完璧です。外側の巣箱、中の巣板は立派なものですし、巣板には卵、幼虫、さなぎに加えて餌もついています。そして巣箱の周辺にはクローバーの花がいっぱい咲いています。しかしたった一つ、女王蜂だけがいないのです。女王蜂の不在はミツバチのコロニーにとって由々しき事態です。ミツバチのコロニーは女王蜂が産んだ卵を育てるための組織だからです。つまり私たちは女王蜂不在という緊急事態を人為的に作り出したわけです。先ほどのプラン A では上の段の巣箱では女王蜂不在の状態が作り出されていました。しかしそれは相対的なものでした。しかし今回のプラン C では女王蜂不在は文字通り絶対的なものなのです。こうした有無を言わさぬ危機的状態に直面した働き蜂は変性黄鯛を必ず作り始めます。変性黄鯛はもともとは働き蜂として産みつけられた卵から孵化した幼虫を急遽女王蜂に育て上げる目的で作られるものです。その際、働き蜂用の巣房が大台に作り変えられるわけです。孵化してから3日以内のメスの幼虫はその後に与えられる餌によって働き蜂にも女王蜂にもなることができます。女王蜂に育てる幼虫にはロイヤルゼリーをふんだんに含んだ特別な餌が与えられます。こうした選ばれた幼虫を育てるためのゆりかごが変性黄鯛であるわけです。この巣箱を古い巣箱から分離したのは9日前のことでした。もうとっくに変性黄鯛ができていなければなりません。そこで今物事が予定通りうまく運んでいるかどうかを確認しているところです。はい、変性黄鯛を一つ見つけました。働き蜂がその上に折り重なって一生懸命に守っています。普通の黄鯛は巣板の下の方に作られますが、変性黄鯛はこのように巣板の真ん中に作られることもあります。これはまだ色が薄いですが、日数が経つにつれて濃い茶色に変わっていきます。この日はこの他に4個、したがって合計で5個の変性黄鯛を見つけることができました。変性黄鯛からは早ければあと2日程度、遅くとも1週間程度で女王蜂が羽化してくるはずです。卵が産みつけられてから女王蜂の成虫が羽化するまでに必要な日数は16日間です。それは働き蜂の21日間やオス蜂の24日間よりも短い日数です。こうやって変性黄鯛の存在を確認することができたならば、人工分蜂の作業は大きな山を越えたことになります。これからの心配事は、一つは複数の女王蜂がもしもほぼ同時に羽化してきたときに、彼女たちの間の唯一の女王蜂の座をめぐる戦いが
勝ち残った女王蜂をも傷つけやしないかという点です。それともう一つは、新しい女王蜂がうまく交尾飛行をやれるかどうかという点です。女王蜂同士の戦いをより穏やかなものにするためには、現状5個もある編成王台を人間が間引くという手があります。しかし、女王蜂の交尾飛行がうまくいくかどうかという点については、人間は何もできません。運を天に任せるだけです。今回は人工分蜂のプラン C として、女王蜂のいない新しい巣箱を古い巣箱から離れたところに置いて強制的に編成王台を作らせる方法についてお話ししました。プラン C では当初の目論見通りに複数の編成王台が作られるところまで行きました。なお、このシリーズでは人工分蜂の方法として今回を含めて3回にわたって3つ紹介してきました。プラン A は2段重ねの巣箱の上の段に編成王台を作らせる方法でした。プラン B は自然にできた王台を温存する方法でした。そして今回紹介したプラン C です。これら3つのうちどれが一番優れているかは一概には言えませんが、一番確実な方法はプラン C だと思います。これはミツバチに強制的に女王蜂を作らせる方法だからです。それに対して一番自然の流れに近いのがプラン B で、両者の中間がプラン A だと思います。いかがでしたでしょうか。なお、登録高評価で応援していただけると大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。今回はここで失礼させていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。